はい、こんにちは、梅野です。本日はユリのお花を撮っていきたいと思います。はい、1枚目はここのユリの花を撮っていきましょう。まずはこのユリの花の高さを表現した写真を撮っていきたいので、背景にアジサイが咲いてくれてますので、ちょっと下がりまして、ちょっと離れたところから望遠レンズで撮っていきます。横構図よりは高さを表現する場合は縦構図の方がいいですので、ちょっとカメラを下に構えて縦構図で撮っていきます。はい、カメラの設定していきます。背景のアジサイはもうボケさせたいので F 値 2.8 に設定しました。シャッタースピードは800分の1秒出てますので手ブレしないので ISO 感度100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。縦構図で撮りまして、背景のアジサイがあるところを選んで撮りました。で写真自体は2分割と日の丸構図を組み合わせたような写真になっておりまして、下の方がギュッと詰まってて、上の方は空間を空けて撮ったような形になります。で縦構図を使ったことで、ユリの高さを見せつつ撮れたんじゃないかと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次ここ撮っていきます。オレンジ系かなのユリがありましたので、珍しいかなと思うのでこれ撮っていきたいと思います。ただちょっと時期が尽きてるみたいで結構枯れてます。で唯一ここのやつは比較的綺麗な方になりますので、背景をアジサイにしてその対比の色となるオレンジ色のユリを撮っていきます。で普通のですね、今までの3分割とかそういう構図やとちょっと枯れてしまった、映したくないところも入ってしまいますので、動画の順番がどうなってるかわからないですけど、前回やった8分の2構図っていうのを使って撮っていきます。メインの被写体は画面の 20% ぐらいに収めて、その他 80% を空間にするような構図になります。こんな感じかな。それではこんな感じで撮っていきましょう。はい、カメラの設定していきます。ここもメインの被写体ユリ以外はボケさせたいので F 値 2.8 に設定しました。シャッタースピード1250分の1秒出てますので ISO 感度は100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。8分の2構図を使いまして被写体のところがだいたい写真の 20% ぐらいで、その他 80% を背景を使って撮っています。こうすることで、シンプルな背景になるのと、見せたいものをはっきりさせる効果と、写したくないものをのける、引き算が使いやすい構図となっております。ただ背景のアジサイの距離が近すぎてもっとボケさせたかったんですけど、 F 値 2.8 やとこれが限界っていう感じですかね。ちょっとこのアジサイの花っていうのが分かると思うので、もっとも色だけの要素にしたかったんですけど、それはちょっとできなかった感じとなります。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきたいと思います。ここに黄色いユリが咲いてますので、これにピントを合わせて撮っていきます。で普通ユリが咲いてるところって単体で咲いてることが多いので前ボケを使いにくいんですけど、ここはアジサイが一緒に咲いてますのでアジサイを前ボケに使って撮っていきます。で構図は3分割の構図を使いまして、右上の交差点にユリの花を配置して、左下の対角線になるところにこのピンクのアジサイを配置して撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。撮りたいユリの花はしっかりピントを合わせていきたいので F 値は 3.5 にちょっと絞って撮っていきます。シャッタースピード400分の1秒出てますので ISO 感度は100で OK です。露出値プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。
3分割の構造を使って撮りまして、右上の交差点にピントを合わせた黄色のユリの花を配置しまして、その対角となる左下の交差点にアジサイのお花のを配置して撮っています。で前ボケとして使いましたので、アジサイとはわからないぐらいの写真になってまして、色の要素として使えたと思います。アジサイの緑の葉っぱとアジサイのこのピンク赤かな、赤系のお花とで黄色のユリの花と、色彩も多い写真になったんじゃないかと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここのちょっとオレンジ色のユリの花を撮っていきます。で初めはこっちから撮って、で後ろはアジサイの葉っぱなんですけど、そこが暗いので、露出値下げてハイライト重点速攻にすることで、シックな写真しようかなと思ったんですけど、この手前にあるこの葉っぱがちょっと邪魔で、こことここが位置が近いので、ここにピントを合わすとこっちもピントがあって、なんか目線がブレるなと思ったので、位置を変えまして、でさっき邪魔だと言ってたこの葉っぱを逆に、利用させてもらいまして、ユリの花の真後ろに葉っぱを配置することで、いい写真を撮ることができます。露出値は下げなくていいかな。ハイライト重点速攻にすることで、ユリの花のこの周りは暗くなりまして、でユリの花自体とこの後ろの緑の葉っぱも明るいので、ここだけぼんやり明るい写真を撮ることができます。そうすることで他が暗くてここが明るいで、背景とかもシンプルなので、もうユリの美しさっていうところだけを撮ることができますので、ここを縦構図で撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。背景はボケさせたいので F 値は 2.8 に設定しました。この場合で、シャッタースピードが400分の1秒出てますので、手ブレしないので ISO 感度100で OK です。で露出値はプラマイ0にしまして、ハイライト重点速攻を使って周りを暗くして撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。縦構造を使いまして、ハイライト重点速攻に設定したことで、ユリの花と背景にある緑の葉っぱのところだけはぼんやりと明るくなってますので、他のところは暗くて隠れることで、シンプルに綺麗なところだけに目線がいくような写真にすることができました。で撮る前はですね、邪魔だと言ってたこの緑の葉っぱも角度を変えてあげることで、よりユリを引き立たせてくれる役割をしてくれましたので、1枚の写真を撮るときはいろんな角度から探してみるのがいいと思います。はい、最後はこの白っぽいユリを撮っていきます。で角度的にはちょっと斜め上の角度から撮っていって、配置もちょっと斜めにした配置で撮っていきます。でカメラの設定はお察しがついていると思いますけれども、ここが明るくて、で下の地面、これ草いろいろ生えてますけど、これは汚いですので映したくないかと思います。なのでハイライト重点速攻に設定すると、この明るいユリが適正露出になりまして、地面は暗く隠すことができますので、そういう設定で暗い背景にこのユリの花だけが写っているような写真を撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。F 値は 2.8 にして、ユリ以外はボケさせていきます。シャッタースピードは1000分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。で速攻モードはハイライト重点速攻にして、ユリの花以外はちょっと真っ暗に近い感じにして撮っていきます。でハイライト重点速攻で暗くするのと F 値 2.8 にしてボケさせることで、映したくなかった地面を隠してユリだけを撮っていきます。はい、撮った写真がこんな感じになります。F 値 2.8 に設定したことと、ハイライト重点速攻を使ったことで、あんなに目立ってた地面はもう完全に隠して、ユリの花だけを写真に収めることができました。こうすることでもう引き算ができまして、撮りたいものをはっきりさせることと、
撮ったものを美しく見せることができます。はい、本日はユリのお花を撮りに来ておりました。僕自身ユリの花を撮るっていうのは今までなくて初めてだったんですけれども、一応初心者の方でも真似しやすい構図であったりとかカメラの設定で撮影できたんじゃないかなと思います。で今年はちょっと来るのが早くて、まだ咲いてないやつともうすぐ終わってしまったやつとありまして、他がまだつぼみがいっぱい咲いてましたので、また来年にリベンジしたいかなと思います。それでは今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。